3月14日に購入したサザビーの制作動画です。まずは蓋を開けてランナーを確認してみます。リアルグレードを初めて作るのでランナー数が多いかどうかはよくわかりませんが、 HG よりははるかに多くてマスターグレードに近い感じです。袋を取り出してみます。1、2、3、4、5、6。ランナーは6袋に分かれて入っていて、一番下に説明書があります。説明書の表紙がすごくかっこいいです。シールの数がかなりすごいことになっていますが、この動画では貼りません。袋から取り出してランナー数を数えてみます。グレーのランナーはグレーとダークグレーの2色になっています。レッドのランナーはレッドとライトレッドの2色になっています。エフェクトパーツはクリアグリーンになっています。 G のランナーのパーツには細かなディテールが入っています。 D のランナーのパーツにも細かなディテールが入っています。縦の裏などもかなり細かいです。アドバンス MS ジョイント13です。このパーツを使ったサイドスカートなどは簡単に外れます。リアルグレードは HG に比べて明らかにディテールが多いです。最後に多色成形のランナーの17枚が入っていました。シールはリアリスティックデカールです。シルバーなどかなりキラキラしています。腕を取り付けるパーツを奥まで差し込もうとした時にねじ切れてしまったので修復しました。パテで埋めて金属の棒を刺しておきました。修復後動かしてみましたが問題なく動きました。素組みの状態ですが全て組み上がった状態になっています。組み上がったパーツを組み立てていきます。まずは胴体に頭部を取り付けます。しっかりはまるとカチッという音がします。この肩のパーツが腕を取り付けるときに簡単に外れます。肩のパーツをはめた後に腕を奥まで差し込みます。反対側の腕も取り付けます。できるだけ上を向けておいた方がはめやすいです。折れて修復した部分の強度も問題はないです。次は下半身を組み立てます。腰の部分に足を取り付けます。反対側も奥まで差し込んでおきます。組み上がった下半身に先ほど組み立てた上半身を差し込みます。奥まで差し込んでおきます。最後にバックパックを取り付けます。背中の部分から出ている2つの突起にバックパックを差し込みます。これで素組みの状態のサザビーが完成です。この後はギミックと可動域を見てみます。まずは頭部のコックピットハッチの開き方です。この部分を上に持ち上げます。この部分を下に下げます。これで開けた状態になります。閉じる場合には開けた時の逆に動かします。肩の部分のギミックです。手前と奥側が上に開きます。アドバンス MS ジョイントを使っている部分になります。この部分も下に展開します。スラスターのついている部分も動きます。腕の可動域です。ここまで曲げることができます。この部分は連動して動きます。腰の部分のギミックです。サイドの部分は引き出すことができます。後ろ側はこの2箇所を展開できます。すべて展開するとこのような状態になります。付け根の部分の動かし方です。この部分を前に動かします。この部分を動かします。反対側も動かします。たまたまこの部分を押さえていたので動いたと同時にロックしてしまいましたが、本来は動かした後に上に動かしてロックします。元に戻す場合には逆の操作をします。足の可動域です。足を曲げると膝の部分は連動して動きます。連動するギミックはマスターグレードに近い感じがします。つま先の部分は先の部分ともう1箇所動きます。かかとは先の部分が動きます。足首の部分は横に少し動きます。足の部分の開閉ギミックです。この部分を展開することができます。バックパックの展開ギミックです。2箇所は外側に開くことができます。真ん中の1つは上側に開きます。このような感じで展開できます。ファンネルコンテナの展開です。まずはこの部分を引き出します。少し持ち上がっているのがわかります。上のカバーを左右に開きます。この部分を動かそうとすると結構外れます。すべてを展開するとこんな感じになります。
展開した状態でファンネルを外すことができます。ファンネルの展開ギミックです。ネズミ色の部分を押し込むと連動して展開できます。このように開きます。先が少し飛び出しているのがわかります。戻す場合には開いたものを閉じれば戻ります。飛び出していた部分も収納されています。シールドのギミックです。この部分に弾薬を取り付けることができます。シールドにビームトマホークを収納することができます。穴に先の部分を通してシールドの突起部分にトマホークの穴の部分をはめます。このように取り付けることができます。シールドを取り付けてみます。この穴に縦の突起部分を差し込みます。このように取り付けることができます。ビームショットライフルのギミックです。この部分が前後に動きます。マガジンを取り外すことができます。あとは持つ部分を収納できます。ビームサーベルの組み立てです。クリアグリーンのエフェクトパーツを差し込むだけです。クリアグリーンがすごく鮮やかな色です。ビームトマホークの組み立てです。中央にはビームサーベルの時に使用したエフェクトパーツを差し込みます。両サイドにもエフェクトパーツを差し込みます。かなり鮮やかなビームトマホークの完成です。最後に余剰パーツのエフェクトパーツを取り付けてみました。中央にビームサーベルのエフェクトパーツを取り付けると派手な武器になりました。感想です。サザビーは144分の1ですが、100分の1のインフィニットジャスティスと同じぐらいの大きさがあります。同じ144分の1のイモータルジャスティスと比べてみると、その大きさの違いがわかります。リアルグレードですが、マスターグレードと比べても遜色がない作りになっています。赤色の成型色が2色になっているので、拡大してみると色の違いがわかります。素組みの状態でもパーツによってかなりの色分けがされています。少し残念な点を挙げておきます。アドバンス MS ジョイントを使って稼働する部分が結構簡単に外れます。この個体だけかもしれませんが、腰の部分のサイドの部分は簡単に外れます。外れやすい点を除けば、マスターグレード並みにディテールも入っていて、細かな稼働もできるので、いいキットではないかと思います。同じリアルグレードのニューガンダムが欲しくなります。次回はスミレにデカールを貼ってトップコートを吹いた完成した動画になります。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。